れマーシャルのアンプなんですよね。ボスのブルースドライバーっぽい。はいどうも始まりました。今回はですね、なんとアニメボッチザロックを題材にしたギターの音作り動画です。主題歌の青春コンプレックスだとか、どうやったらああいうかっこいいギターの音が出せるんだろうっていう風に思ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思いまして、これからギターを始める方にも、なるほどそういう感じねっていう風に分かってもらえるように、割と基本的なことも説明しながら、ギター、アンプ、エフェクターの順で説明しまして、そして最後にはこういうポイント気をつければ、なおこういうかっこいい音出せますよっていうポイントをご説明したいと思いますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。まずギターについてですけども、じゃーん、こちらですね。これエレキギターって言ってアンプにつないで弾くギターですけれども、アンプにつないでないと、こういうね、生音ってすごくちっちゃいんですけれども、アンプにつなぐと、こんな感じでかっこいい音が出せるんですよね。これからギターを買うっていう方は、どんなギターを買ったらいいんですかっていうところも気になると思うんですけれども、例えばレスポールっていうこのボッチさんと同じ形のものを選んでみたり、楽器屋さんに行ける方は実際にこういう風に構えてみて、持ってみて、握った時の感じだとかそういったところも含めて選ぶといいと思います。一つ知っておくといいかなと思うことがあって、それはここの音を拾うピックアップの形です。このレスポールにもついているハムバッカーという2つコイルが重なっているものについては、比較的太くてズンズン重たい音がします。それに対してこのストラトキャスターだとついているコイルは一つだけのシングルコイル。こちらの場合ジャキッとした歯切れの良い音がします。このピックアップについては、こっちの音の方が自分は好きだなっていうものがあれば、そのピックアップがついてるギターを選ぶといいと思いますし、ヤマハから出てるパシフィカのようなハムバッカーもシングルコイルも両方ついてるっていうようなギターもありますので、ぜひそういうのも視野に入れて選ぶといいんじゃないかなと思います。続いてはアンプです。スタジオに行ってよく見かけるアンプといえば2つ。1つはローランドのジャズコーラス JC120、ジャズコと言ったり JC って言ったりします。そしてもう一つがマーシャルのアンプですね。このマーシャルのアンプについては劇中でボッチちゃんがね、こうギュッじゃないな、なんて言うんだろう、ザッとアンプにね、プラグを挿すシーンがありますけれども、あれマーシャルのアンプなんですよね。ちなみに先ほどの演奏もずっとちょっと僕の後ろにあって隠れちゃってたんですけども、このマーシャルのアンプでやってました。それぞれ音が違うので、どういう感じの音か見ていきましょう。そしてセッティングについてもご紹介していきます。まずはマーシャル。こういうロックなサウンドを出すときにはこのマーシャルめちゃめちゃかっこいいんですよね。セッティングはこんな感じです。このマーシャルの音作りについてはこちらの動画で結構詳しく説明して、しかも結構わかりやすいと思うので、詳しい音作りの仕方を知りたい人はぜひぜひチェックしてみてください。概要欄にも書いておきます。続いてジャズコーラス JC120、こちらにあるんですけれども、こちらはちょっとせっかくなのでどんな感じで音作りするのかっていうのを一緒にやってみたいなと思います。今ギターをチャンネル2という右側の上にあるインプットに挿してボリュームを少しだけ上げた状態です。ブライトスイッチっていう音が明るくなるスイッチはオフにしています。他は今全て0なので、このままで弾くとちっちゃい音がちょっとするだけですね。ここでまずミドルを一旦10にします。すると音が出ます。この作り方も他の動画で説明しているので、ぜひぜひそちらを見ていただければと思うんですけれども、ミドルを10にすることによって中域を中心に全体的に音量が持ち上がります。ただこれだとちょっと音が丸いのでトレブルを足していきます。上げていくとどんどん明るくなるのですが、結構耳に痛い音になっちゃうので、今回は4ぐらいにしてみます。中域と高域のバランスが取れました。ただ低域がちょっと足りないので、ベースを9時ぐらい。これも上げすぎると、このモーンという音が主役になってしまうので、上げすぎ注意。そしてミドルの張りが少し耳に痛い気がするので、3時ぐらいまで下げてみます。すると、
とってもまろやかで耳に痛くなくて、しかも低域もいいバランスの音になりました。これでアンプ側の設定は完了です。これで完璧。あれ？なんか全然音が違うじゃないかっていう方、安心してください。この後説明するエフェクターの出番です。この後はマーシャルのアンプに戻って説明を続けますので、JC にエフェクターをつないだ音、先に聞いてみてください。続いてはエフェクターです。エフェクターです。もうエレキギターといえばね、エフェクター。ここにあるんですけども、じゃーん、こちら見たことありますかね。こういうやつ、踏むと音が変わるっていうのがエフェクターなんですけども、ぼっちちゃんもね、実はエフェクターを踏んでいて、8話のライブをした時にですね、このままじゃいかんみたいな感じでこうバーっていく時にエフェクターをこうバーって踏んで、その後すごくかっこいい演奏されましたけれども、あのエフェクターね、ちなみにボスのブルースドライバーっぽい、ちょっとね、このフットスイッチの形が違ったんですけども、青色のエフェクターでつまみが3つついていてっていうエフェクターをね、1個だけね、ステージにこうポンって置いていたんですよね。今回使うのはこのスーパーオーバードライブという、そのブルースドライバーと同じオーバードライブのエフェクターになります。実はこれね、さっきもずっと繋いでたんですよね。画面に映さなかったんですけれども、ちょっとどんな音がするかやってみましょうか。これがオフの状態だと、今マーシャルに繋いでるんですけども、アンプでほのかに歪んでいるって言って、ちょっとバラバラって音がしてるんですけれども、これを踏むとさらにかっこいい音になりましたね。で、青春コンプレックスの場合、実はあんまり歪んでなくて、このドライブっていうのを上げるともっと歪むんですね。結構この辺、かっこいいじゃんって思うんですけれども、ちょっとね、音の輪郭がぼやけやすいというか、キレがよくなくなってくるので、実はこれくらいでもいいんじゃないかなと思ってこういうセッティングにしていました。これいいですよね。なんか歯切れ感とドライブ感のこのいい塩梅のところみたいな感じですね。トーンについては音の明るさが調整できるんですけれども、今回マーシャルがちょっとね、ジャキッとギラッとした音がするので、少し下げているような感じのセッティングになっています。このエフェクターの音作りについてもこちらの動画でかなり詳しく説明してまして、オーバードライブのエフェクターこういう風に組み合わせて使うといいよみたいな話もしてますので、ぜひこちらもチェックしてもらえばなと思います。では最後にいい音を出すコツについて2つお伝えしたいなと思います。1つ目はよくご質問いただくんですけれども、同じようにセッティングをしたのに同じような音にあんまりならないですっていうやつですね。これ結構初心者の方にあるんですけれども、結構ピッキングによって音が変わるんですね。例えばまだ初心者であんまりピッキングに慣れてなくて、力がうまくコントロールして弦にスパッてその瞬間に伝わらないっていう時だと、なんかこういう音になるんですよね。でも、これ結局練習なんですけども、しっかりこの手首のこの振りとピックの持ち慣れた感じというのかな、上達してくると、同じセッティングで、違いますよね。この音の張りが。なので、こういう同じエフェクターを買って、同じこのつまみの位置にしたけど、同じ音にならないっていう方は、ぜひね、ピッキングを練習するというか、いろいろ研究してみると、目的の音に近づけると思います。そして2つ目は、ピックの種類と厚さです。これも他の動画で説明してるんですけれども、ピックの厚さによって音の切れ味とか太さが変わってきます。薄めのピックだと軽くて切れ味のある音、そして分厚いピックだと太くて迫力のある音になります。どうでしたでしょうか？これ同じギターのセッティングだし、同じエフェクターのセッティングなんですけども、一つ目の方はジャキット感があって結構軽やかにかっこいいし、二つ目の方はちょっとね、やっぱロックな感じするなっていう音でしたよね。このチャンネルでは機材の使い方だとか楽しみ方をいろいろな角度で皆さんにお伝えしています。いろいろ見てもらえると徐々にわかること増えてくると思いますので、ぜひチェックしてみてください。この動画良かったっていう方は高評価、そしてチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。